こんにちは。今日はとっても可愛い透かし模様のベストを作っていきます。サイズはゆったりサイズにしていきます。使う糸はダイソーさんのカーミー。色はブルーで、材質は04100%、25g 入って約45メートル。使用かぎ針の目安は5号から6号。これを今回は5号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。これから四角い身ごろを2枚編んでいきます。で、この編み方は平らに置いた状態よりもハンガーにかけた時の方がだいぶ縦が長くなります。私の場合は平らに置いた時には57センチ、ハンガーにかけた時には65センチ。なので編みながら何度か体に当ててみて、好みの長さになったらそこで身ごろを編むのをストップしてください。鎖編みを121目編んでいきます。鎖編みが終わったら細編みをしていきます。細編みをするので鎖をもう一つ戻って2つ目に細編み、表ではなくて裏山、この糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み、次も次もこのまま端まで細編みを続けます。端まで編んだら鎖を一つ裏返します。鎖の根元に細編みを一つ、鎖を一つ、足元は2つ飛ばして3つ目に長編み、1、2、3、鎖を2つ、同じところに長編みを1つ、鎖を1つ、足元は2つ飛ばして3つ目に細編み、1、2、3、これで細編みと鎖と長編みと鎖2つと長編みと鎖1つと細編み、これを繰り返していきます。細編みの次は鎖を1つで、足元1、2、3、鎖を2つ、同じところに長編み、
鎖を一つで細編み123また同じように細編みの次は鎖長編み鎖長編み鎖細編みこれで端まで編んでいきます。最後は細編みで終わります。3段目はちょっと変わった玉編みをしていきます。鎖を3つ1、2、3裏返します。下の三角に針を入れて玉編みをしていきます。ここにまず針に糸を絡めて三角のスペース糸を引き出します。指で押さえます。これで1回糸を引き出しました。もう1回同じように糸を引き出します。絡めて指で押さえて三角のスペースこれで2回糸を引き出しました。端の1本は残しておいて一度に引き抜きます。もう一度引き抜きます。これで玉編みが1本。玉編みの次は鎖を1つ。同じようにもう1本玉編みを作ります。絡めて糸を引き出します。もう一度これで2回糸を引き出しました。端は残して一度に引き抜きます。もう一度引き抜きます。これで玉編みが2本。玉編みの次は鎖を1つ。もう1本玉編みを作ります。これで2回。端は残して引き抜きます。もう一度引き抜きます。玉編みの次は鎖を1つ。この模様を繰り返します。
このまま次の三角、玉編みの次に鎖一つで次の三角、これで2つ目。次も同じようにこのままこれを繰り返していきます。最後の玉編みの後には鎖一つを編まないで、下の細編みに長編みを1本、次は4段目、鎖を4つ、裏返します。玉編みと玉編みの間に長編みを1本、鎖を1つ、玉編みと玉編みの間に長編みを1本、鎖を1つで、また玉編みと玉編みの間、鎖を1つ、玉編みと玉編みの間、でまた鎖、
こういう感じで編んでいきます。4段目の終わりは下の鎖の下から3つ目、3つ目に長編み、次は5段目、鎖を4つ裏返します。長編みの上に長編み、鎖を1つで長編み、鎖、長編み、でまた鎖、長編み、これで端まで編んでいきます。5段目の終わりも鎖の下から3つ目に長編み、で次も同じように編んでいきます。鎖を4つ、4、長編みの上に長編み、鎖で長編み、これで端まで編んでいきます。6段目の終わりはまた鎖の下から3つ目に長編み、この6段で一つの模様になっています。次はこの細編みだけの段を編んでいきます。鎖を1つ裏返します。鎖の根元に細編みを1つ、で四角に針を入れて細編みを1つ、次は長編みに細編み、四角に細編み、長編みの上に細編み、四角に細編みでまた長編みに細編み、
これで端まで編んでいきます。7段目の終わりは四角に細編みを1つ、鎖の下から3つ目に細編みを1つ、これで7段目が終わりました。次はこの2段目と同じように編んでいきます。まず鎖を1つ裏返します。鎖の根元に細編み、鎖、で編んでいきます。8段目の終わりは細編みです。次は9段目、鎖を3つ裏返して玉編み、9段目の終わりでは玉編みの後に鎖を編まないで、このまま細編みに長編み、次は10段目、鎖を4つで裏返して玉編みと玉編みの間に長編みを1本、でまた10段目の終わりは鎖の下から3つ目に長編み、鎖を4つで裏返して長編みの上に長編み、11段目の終わりは鎖の下から3つ目に長編み、でまた同じように編んでいきます。で長編みの上に長編み、
これを繰り返してしばらく編んでいきます。体に当ててみて好みの長さになるまで編んでいきます。約57センチ編んできました。ちなみに横幅は50センチ。この玉編みの数を数えていくと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11段、11段になりました。次は糸を切って肩の部分を閉じ合わせていきます。この糸は後でとじ針で始末したいので少し長めに残しておきます。15センチぐらい残しておきます。で、反対側も糸を切って中表にして合わせます。この最後の細編みを見て表の方が表になります。閉じ合わせる位置にマーカーをつけました。端から数えて28目目。長さは約12センチ。こっちも約12センチ。間は約26センチ。これは好みで調節してください。で、閉じ合わせていきます。表が内側になっているか確認します。で、手前の編み地の端の目、2本の糸の下で、向こう側も2本の糸の下で、新しい糸で15センチぐらい糸を引き出します。鎖を一つ、同じところに細編み、細編みが一つ、隣の目にも同じように細編み2本、こっちも2本、次も2本で2本、で次もで、この時この細編みがきつすぎるとこっちが引き連れてしまうので、確認しながらちょっと緩めに編んでいきます。で、マーカーのところまで編んでいきます。マーカーのところに最後の細編み、で、鎖一つを編むようにして糸を切ります。次はサイドを編んでいきます。サイドは平らに置いた状態で約20センチ残して閉じ合わせていきます。これは上から玉編み
1、2、3、4つ目の玉編みの下の段の細編みのところ、こっちも1、2、3、4つ目の下の段の細編みで、切ると伸びるのでこれぐらいでいいかなと思っています。伸ばした状態で約24センチ。これは好みで長さを調節してください。次は閉じ合わせていきます。裾の方から端の細編みの出ているところ、向こう側も端の細編みの出ているところで、新しい糸を引き出します。引き抜き編みをします。ここから鎖を4つ。1、2、3、4。ここは引き抜いたところで、その上から1、2、3、4。次は玉編みの上に引き抜きます。ここには鎖があって、その足元、出ているところ、向こうは玉編みの上には長編みがあるので、長編みの出ているところ、で引き抜きます。で、次からは鎖を2つ。1、2。で、この長編みの出ているところ、向こうは鎖の出ているところで引き抜きます。で、また同じように鎖を2つ。で、鎖の出ているところ、反対側は長編みの出ているところ、で、次も鎖を2つ。で、細編みの出ているところ、向こうも細編みの出ているところ、この玉編みの部分だけは鎖4つ、その他は鎖を2つ。で、また玉編みの部分、鎖を4つ。1、3、4。で、玉編みの上の鎖3つの下。で、反対側は長編みの下。
で、また鎖2つ。で、長編みの下。で、鎖2つ。細編みの下。で、次は鎖を4つ。で、また4つ。で、これでマーカーのところまで編んでいきます。最後も鎖を2つ。マーカーのところに引き抜きます。で、鎖1つを編むように糸を切ります。
サイズを測ってきました。縦はハンガーにかけた状態で約65センチ、横は50センチ、肩は12センチ、襟は26センチで、脇の空いてる部分は約23センチ。最後までご視聴ありがとうございました。